こんにちは、アリアです。前回は、クレアデスを優しさや癒しの雰囲気としてだけで見るのではなく、社会が壊れにくくなるために、どんな仕組みが中心に置かれていたのかを構造の話としてお話ししました。今回は、その続きとして、クレアデスの社会設計を全体像としてまとめていきます。決まり方の手順、役割の扱い方、教育や衝突処理、そして限界まで含めて、クレアデスの設計思想がどんな形で運用されていたのかを見ていきます。クレアデスは争いのない星、優しさと調和に満ちた文明として語られます。けれど、その印象だけで見てしまうと、なぜ安定していたのかが見えにくくなります。クレアデスの社会は精神性の高さで保たれていたこともありますが、人は誤解する感情に揺れるという前提を受け入れた上で、どうすれば壊れにくいかを積み上げた結果として形になっていました。一番大きな特徴は、決定が特定の個人に依存しにくいことです。誰かが絶対的な権限を持ち、その判断で全体が動く構造は基本として選ばれていません。ただ、誰も決めない社会だったわけでもなく、決定は常に行われていました。違いは、結論そのものより、結論へ至る手順が重く扱われていたことです。個人の感情や価値観の偏りで、結論が歪まないように、決め方の設計が中心に置かれていました。この構造の中で、リーダーの役割も少し独特です。命令を出して、結論を押し出す存在というより、その場で何が起きているかを整理し、話題が混戦しないように整え、判断に必要な材料を揃えていく役割に近いです。結論を作るというより、結論が自然に定まる状態を作る。しかもそれは固定された地位ではなく、状況によって入れ替わるものでした。何かを決める場でも、いきなり結論には飛びません。最初に行われるのは、前提が揃っているかの確認です。同じ場にいても、人によって見えている状況や理解の深さはずれます。そのずれを放置したまま結論に入ると、後から必ず歪みが出てきます。だから、どこまでが動かせる情報で、どこからが未確認なのか、判断を重くしている要因は、どこで先送りされている条件は何なのか、そうした切り分けを先に行い、同じ地面に立ってから決めていく流れが作られていました。この工程が重視される理由は、とても現実的です。前提が揃わないまま出された結論は、後で修正が必要になりやすい。しかもその修正は、最初に整える手間より、大きな時間とエネルギーを要求します。クレアデスは、この構造を経験として理解し、整える工程そのものを意思決定の中心に据えていった文明だったと考えられます。役割分担の思想も、ここに一直線につながっています。クレアデスでは、役割は身分や序列ではなく、その場で必要な機能として扱われます。全体を俯瞰できる人が前に出る場面もあれば、細部の整合性に強い人が中心になる場面もある。緊急性が高いときは、即断できる人が一時的に判断を引き受けることもあります。ただ、その役割が終われば、再び全体の一員に戻ります。役割と人格を切り離すことで、上下関係が固定化しにくくなり、支配や依存が生まれにくくなる。同時に、責任の所在が曖昧になりすぎない効果も持っていました。ここで大切になるのが、誰が決めたかより、どういう流れで決まったかが共有されていることです。結果だけが落ちてくると、人は言われたから従ったという感覚を持ちやすい。一方で、前提の確認から合意の経路までが見えていると、結果に完全に満足できなくても納得の土台は残ります。この納得の残り方が社会を壊れにくくしていきます。教育の分野でも、この社会設計は一貫していました。知識を増やすことより、
物事の捉え方を整えることに重心が置かれていたと考えられます。目の前の情報が観測なのか解釈なのか、どこまでが事実として扱え、どこからが仮の前提なのか、そうした問いを早い段階から繰り返し扱っていきます。なぜなら、前提を取り違えたまま高度な思考を積み上げても結論は簡単に崩れるからです。プレアデスにとっての知性は、早く答えを出す能力というより、時間が経っても揺らぎにくい判断を作る力でした。この価値観が社会全体の意思決定の質を底上げしていました。衝突が起きた時の扱い方にも同じ考え方が現れます。誰が悪いか、誰が間違えたかを決めるより、どこで構造的なズレが生じたかを見ていく。ルール設計なのか、役割の切り分けなのか、情報の伝わり方なのか、個人の性格や感情に原因を集めすぎず、仕組みに原因を探すことで、対立が感情的に長引きにくくなり、修正が次の判断に反映されやすくなります。ここまでを見ると、プレアデスの社会は理想論で維持されていたのではなく、現実的な前提に立って運用されていたことが見えてきます。人は間違える、感情は揺れる。その前提を否定せず、どう扱うかに設計が集中していました。ただ、この設計は万能ではありません。プレアデスのやり方は、時間と余裕がある状況で強く働きます。けれど、整えるための時間が奪われたとき、相手が調整を前提にしていないとき、関係性より結果や支配を優先する存在と向き合ったとき、こうした場面では、慎重さがそのまま遅さとして表に出やすくなります。誤った決断がもたらす長期的な歪みを避けるために、判断の前段階を丁寧に整える。その姿勢は普段は強みとして機能します。ただ、状況が急変する局面では、整える工程が後手に回る原因にもなります。外部から強い圧力がかかったとき、相手が力や速度で押し切るタイプだったとき、話し合い中心の構造は抑止力を失いやすい。この性質は内部にも影響します。慎重さが積み重なりすぎると、判断を引き受ける人が減っていく。誰かが決めるより、決めない状態を保つ方が安全だという空気が広がる。整いきるまで待つ方が正しいという雰囲気が続く。その結果、表面上は穏やかで安定しているように見えながら、内側では推進力が落ちていきます。衝突は減っているのに、前に進む力も弱くなる。この歪みは、外から見えにくく、長く続きやすい部分です。役割が固定されないことも、状況によっては弱点になります。流動性が高いほど、長期的な方向性が見えにくくなる側面が出るからです。今この場で、誰が担うかは明確でも、これから先を誰が背負うかが薄くなる。責任が分散されすぎることで、未来へのビジョンが弱まる。変化の激しい局面では、この曖昧さが不安定さとして表に出ます。さらに、感情を情報として扱う文化にも運用の難しさがあります。感情を否定しない、けれど感情で決めない。この距離感が高度で感情を言語化し、構造として扱う力が育っていないと機能しません。制度だけが残り、内側の理解が追いつかない状態になると、感情は表に出にくくなり、扱われないまま溜まっていきます。外からは整って見えるのに、内側では疲弊や不満が広がる、そういう歪みが生まれやすくなります。この特性の延長として、プレアデスは主導権を握る存在というより、調整役や仲介役として語られやすい。全体の整合性を保つことには長けている。ただ、強く方向を示して引っ張る立場には立ちにくい。力や速度が正義になりやすい局面では、プレアデスの立ち位置は難しくなります。これは弱点であると同時に、彼らが自覚していた限界だった可能性もあります。ここで大切なのは、
クレアデスが誤っていたという話にしないことです。むしろ自分たちの設計が万能ではないと理解していたからこそ前に出続けるより崩壊を防ぐ位置に回る選択をしたとも考えられます。それは逃げというより役割の選択に近いです。では、この限界を踏まえた上で地球でクレアデス的な知性をどう扱えばいいのか。ポイントは理想としてそのまま再現しないことです。話し合いを増やすことが正解にもならず、慎重であるほど正しいとも限りません。地球では速度が必要な場面と整えるべき場面を切り分ける必要があります。今すぐ決める必要があること、一度立ち止まって前提を揃えた方がいいこと、この区別があるだけでクレアデス的な知性は現実に馴染みやすくなります。全員の納得を待たずに仮で決めて動く力も必要になります。決めた後で修正できる余地を残す。この柔軟さがないと構造は重たくなります。もう一つ大切なのは自分の立場を自覚することです。調整役なのか、決断を引き受ける側なのか、情報を整理する側なのか。立場が曖昧なままだと慎重さも行動力も中途半端になりやすい。役割を明確にしていたクレアデスの設計は、ここにも理由があったと見えてきます。クレアデスの知性は、完璧な社会を作るための理想論というより、間違いながらも崩れにくい判断を積み重ねるための方法です。慎重さが停滞に変わる境界、調整が自動性に変わる境界、その境界を理解しておくと、クレアデスの話は遠い物語で終わらず、現実の判断や人間関係の場面にもつながっていきます。ここまで聞いて、皆さんはクレアデスをどのように感じましたか？私が一番印象に残ったのは、クレアデスが優しかったから安定していたというより、ズレが起きる前提を最初から抱えたまま崩れにくい形に寄せていったところでした。綺麗な理想を掲げるというより、現実の扱い方がすごく具体的だと思いました。地球ではすれ違いが起きると気持ちや性格の問題によりがちです。一方、クレアデスのやり方は感情の正しさを論じる前に話の土台を整えることから始まります。事実として扱っているものと解釈として受け取っているものを切り分け、共有されている前提と揺れている前提を整理し、自分の範囲と相手や環境の範囲を見極めていく。この整理が入るだけで、感情や言葉が同じでも、関係の崩れ方は変わっていきます。私は、この現実的な順番こそが、クレアデスらしさだと感じました。それに、感情を大切にしていないわけじゃない。むしろ、感情があるのを前提にして、そのまま、爆発や断絶につながらないように、間に構造を置く。この距離感があるから、感情を消さなくても、摩耗しにくい。ここが、地球でも、そのまま使える部分だと感じます。もちろん、整えることは、強みになるけれど、場合によっては重たくなる。相手が同じ枠組みで、動かないとき、調整は効きにくい。だから、全部を整えてから、動くのではなく、整えるところと、割り切るところを切り分けていく。その柔らかさがないと、この知性は、地球では、扱いにくくなると思いました。そして、クレアデスの話を構造として追っていくほど、星の話が身近な感覚がありました。日常の会話の中でズレが生まれた地点を見つけ、何が事実で何が解釈かを自分の中で切り分けられたとき、その小さな整理が関係を変えて現実の変化につながっているようになるのだと感じました。今回はクレアデスを優しさの星としてだけではなく、判断と関係性を壊れにくくするための文明としてお話ししてきました。この視点を知ることで、あなたの日常でのすれ違いや距離感の迷いを扱うときに、少しでも役に立てれたならば嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。
また、次の動画でお会いしましょう。